Yuta at home。 僕の部屋にお帰り。 NCT127 ユータのユータアットホーム。この番組は NCT127 のユータが僕のお部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしていきます。さて、最近の僕なんですけど、最近はですね、またね、感動する映画を一つ見つけてしまいました。ワンダーっていうね、映画を見たんですけど、すごく良かったです。僕結構こう、なんていうんですかね、一つの映画の中にたくさんのこう人のストーリーがこう含まれてるこうグランドホテル方式っていうらしいんですけど、そのね方式が結構好きで、よくそういうドラマだったり映画を見るんですけど、あらすじというか、あらすじは主人公はですね、オギーっていう少年なんですけど、顔の形のせいでその治療を受けてね、その顔の傷が原因でこういじめをね受けてる少年なんですよ。で、両親とかお姉ちゃんがいるんですけど、お姉ちゃんから励まされて、ですごい彼理科が得意なんです。で、理科が得意で、初めはね学校に行っていじめられるんですけど、だんだんねこう周囲のね尊敬を得てですね、友達とね友情を築いていくっていうストーリーなんですけど、でサイドストーリーでたくさんね、お姉ちゃんの物語だったり、そのお姉ちゃんの友達の物語だったりっていうのがね、一緒にこう描かれているんで、すごい感動できますし、ハートフルでこう心が温かくなるような、映画なんでね、皆さんもねぜひ、時間がある時に一度見てほしいなと思います。それでは、早速なんですけど、今週の1曲目をお届けしたいと思います。 NCTU でピアノ。NCT127 ユータのユータアットホームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくださっている皆さん、この時間は僕 NCT127 ユータのワンポイントお知らせコーナーです。僕がおすすめする NCT の曲、題して今月の NCT を発表します。6月のテーマは NCT の雨の日に似合う3曲です。まずはですね、 NCTU のピアノという曲を皆さんにおすすめしたいと思います。このピアノという曲、すごい切ない曲なんですけど、雨の日にね一段と切なくなるのも僕すごく大好きなので、皆さんにおすすめの一曲になってますね。続いてはこのナンバー NCT127 でロングスローディスタンスという曲ですね。雨の日に沈みがちな気持ちにこう寄り添いながらもこう前向きになれる曲なので、皆さんにおすすめの一曲です。そして3曲目はこのナンバーラブソングという曲ですね。雨の日のシチュエーションにはすごくぴったりなんですけど、曲はすごいポップで、みんなに元気を与えれる曲になっているので、雨の日におすすめの一曲となってます。以上 NCT の雨の日に似合う3曲でした。ぜひ番組が終わったらチェックしてみてください。それでは引き続き NCT127 ユータのユータアットホームをお楽しみください。 NCT127 ユータのユータアットホーム。 NCT127 ユータのユータアットホーム。ラジオネーム自転車のともたさんからこんなメッセージをいただきました。いつも優しい声とトークに癒されています。最近やっと鬼滅の刃のコミックを読み始めました。よくゆうたくんはアニメや二次元の世界から飛び出したと言われていますが、ゆうたくんはどんなアニメのキャラクター見たいと言われると嬉しいですか？またどんなコミックの世界に入ってみたいですか？いい質問ですね。私の中ではゆうたくんはアニメはハウルと、コミックは犬夜叉のセイくんです。早く日本で会いたいです。これからもずっと応援しています。ありがとうございます。犬夜叉のねセイくんは分かんないんだけどね、ハウルは嬉しいですね。こう基本的にこうなんていうの、アニメのキャラクターって全員こう美男子イケメンっていうかこう美少年じゃん。美少年だからね、言われれば嬉しいっちゃ嬉しいですけど、でも僕は基本的にこうちょっと綺麗めなかっこいいとかじゃなくて、ちょっと男らしいダンディーな方でかっこいいって言われたい願望はあります。はい。でアニメだと僕ね、イタチってわかりますか？ナルトのねイタチっていうサスケのお兄ちゃんのキャラクターなんですけど、そのイタチにすごい憧れててかっこいいなと思いますね。優しいでしょ、でもちろんイケメンでしょ、でスマートでしょ、で強いでしょ、でね、なおかつナルト見てる人はわかると思うんですけど、
全てを語らないんですよ。もうどれだけ自分が恨まれようが、自分が正しいことをしていようが、それをね言わないんですよ。言わずに全て憎しみを自分で背負っていくっていう、かっこよすぎないですか？ちょっと。でもめちゃくちゃ強いのよ。めっちゃ強いんですけど、すごい優しい男で、もうね今でも覚えてます。感動のね、僕の中で感動のシーンがあるんですけど、こうイタチが自分のね両親をこう手をかけてしまうところがあるんですけど、そのシーンがねもうすごく感動的なんですよ。お父さんがね、考え方は違ってもお前のことを誇りに思うよって言うんですよ。そのシーンがねもうすごい感動して泣いたのを未だに覚えてます、あのシーンで。っていうぐらいイタチ大好きですし、イタチみたいにねこうあれこそ芸術でしょって思います。はい、ああいうかっこいい人になりたいなと思いますねで、一応ね人気があるキャラクターだったりマスコット、まあ皆さんもあると思うんですけど、海外では来たナルトのイタチね、でハンターハンターのキルアも大好きです僕で、ワンパンマンの埼玉、ハガレンのエドワードが人気のようです。すごいですね。やっぱねこう海外人気ってやっぱちょっと俺の好きなキャラクターと似てるとこちょっとあります。このちょっとかっこいい感じというか、ちょっとワイルドな感じね。なんでしかもハガレンってマークってアニメ見ないのよ全然。アニメ見ないんですけど、ハガレンとナルトだけは唯一見てるのよ、マークが。ってことはやっぱ海外人気すごいってことですよね。でちなみに僕ね、みんなにもこのラジオで言ったと思うんですけど、ちっちゃい頃の夢がヒーローになるだったんですよ。昔はこう死なないと思ってたからね、僕自分が。で小さい頃こうウルトラマンとか仮面ライダーとかもちろんね他のキャラクターもすごい好きだったんですけど、今ね一番思い出すのがウルトラマンレストランみたいなのがね、今もあるのかなわかんないんですけど、当時はあって、でそこにおばあちゃんに連れて行ってもらって、一緒にそこでねこうウルトラマンと写真撮ったりで、ウルトラマンのなんかオムライスとかがあるのよ。でそこに連れてってもらって、でこう帰りにそのフィギュアとかいっぱい並んでるところを通って帰るわけで、そこでおばあちゃんに初めてウルトラマンティガのフィギュアを買ってもらったのがすごい未だに印象に残ってますね。でちなみに僕一番初めに友達といざこざがあって泣いたのも、確かこれは仮面ライダーなんですけど、仮面ライダーのねレアカードを僕が当てたわけですよ。当てて友達にちょっと見せてって言われたんですよ。で見せるじゃないですか。見せたんですけど、その友達がそのカードを折って僕に返したわけですよ。めっちゃムカつくでしょ。でそれで当時何歳ぐらいかな、6歳7歳ぐらいかな、7歳ぐらいなんですけど、その友達に折られて、でそのパッて返されて、そのカードを見てガーって泣きながらお母さんのところに行ったっていうのは未だに覚えてますね。懐かしいですね。で大人になるとね、アニメだったりこうキャラクター以外にもね、他のこうキャラクターにも憧れたりしますよね。映画だったりね。で映画の人気キャラクターランキングをね見ますと、人気はインディ・ジョーンズ、ジョーカー、ジャック・スパロー、イーサン・ハント、ミッション・インポッシブルですね、ジェームズ・ボンドなどなど、かなり男目線ですが、僕もめちゃくちゃ好きですよ。インディ・ジョーンズも好きですし、ジョーカーも好きですし、ジャック・スパローも好きですしね。あとアイアンマンとかね、スパイダーマンとかね。で人間の主人公だけではないのがねキャラクターなんですけど、世界で最も人気のキャラクターランキングが実はありましてですね、ビジネスランキングなんですけど、1位はポケモン、2位はキティちゃん、3位はくまのプーさん、4位がミッキーマウス、5位がスター・ウォーズのキャラクターたちなんだそうです。ちなみにねここに書いてあるんですけど、ゆうたさんの好きなスパイダーマンは12位でしたって書いてありますね。ポケモンやっぱすごいですね。多分ゲームだったりアニメ、映画とかね、アニメももちろんそうなんですけど、ゲームはね多分世界中でやってますからね、みんな。ゆるキャラブームもありましたが、最近も多分ねあると思うんですけど、最新のねグランプリ1位は岩手県の陸前高田市の高田のゆめちゃん。かわいい、名前からしてかわいいじゃん。岩手の皆さんおめでとうございます。今ねゆるキャラで1位らしいですよ、高田のゆめちゃんがね。でちなみに僕の地元大阪門真市のねゆるキャラガラスケ、
194位。もう一回言いますよ。194位ですよ。門真ガラスケ頑張れ。門真神社参道のね、とある駄菓子屋生まれの招き猫だそうなんですけど、実際ね、僕このラジオで初めて知りました。ほんとすいません。これからね、ガラスケちょっと押していこうかなと思います。ガラスケが1位になるその日まで。はい。で、まあ今キャラクターだったりヒーローのお話をずっとしてきたと思うんですけど、まあ、キャラクターイコール性格っていうことじゃないですか。だから性格にね、まつわるトークをしていきたいなと思うんですけど、最近ね、ここにね、質問であるんですよ。最近 NCT のメンバーでキャラ変した人っていますかみたいなね、質問があるんですけど、なんかね、考えてみたのが、キャラ変した人いるかなと思って。でもキャラって考えてみたら多分変わんないでしょ。性格って根本にあるものは絶対変わんないから、まあ、そこに付け加えてなんか右手がでかくなってパンチめっちゃ繰り出してくるみたいなのがあると思うんですけど、根本変わんないからな。なんだろうな、誰がいるかな。僕たちのメンバーは第一印象とあんま変わんないかもしれないですね。で、まあ実際キャラクターってまあ言ってもみんなのね、個性ですから、みんなもね、その自分の理想のキャラをね求めて、そしてね、自分が今持ってるキャラをね、個性を大事にしていってほしいなと思います。それではここで一曲皆さんにお届けしたいと思います。最近ね、日本の友達とねこう遊ぶ時によく聞くっていうか、紹介してもらった曲でいいなと思った曲があるんですけど、モンキーマジックのね、愛してるという曲なんですけど、皆さんにここでご紹介したいと思います。モンキーマジックで愛してる。NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、リスナーの皆さんからもメッセージをたくさんいただいていますので、ここでご紹介したいと思います。ラジオネームみやさん、ゆうたくんただいまです。おかえり。梅雨の時期になり毎日ジメジメしていますが、そっか、日本はもうそうだよね。日本の梅雨のジメジメした感じね、もう何年も経験してないけど未だに思い出すわ。ゆうたくんもお天気でテンション変わると以前おっしゃっていましたが、雨の日にこれを聴くと気分が上がるとか、雨の日にこれでしょっていうね、ぴったりの曲はありますかと、あったらぜひ教えてくださいという、メッセージをいただきました。そうですね、今パッと思ったのはカーペンターズさんのね I need to be in love とか Rainy days and Mondays と、あとはですねブルーノマーズの It will rain っていうね曲があるんですけど、まあx ジャパンのねエンドレスレインとか、あとすごいこうジメジメして雨バーって降ってる時とかはね、ジブリの YouTube にあるじゃん、ジブリの雨の時に曲とかをね検索して聞くのが大好きです。結構ね、俺その風の日、雨の日、晴れの日、ちょっと月が出てる日とかね、そういうちょっとコンセプトが結構ある時は歌入ってる曲あんま聞かないのよ実際。もうオーケストラとかこうメロディーだけの曲を聴くことが多いので、一度ねそう聴いてほしいなと思います。コーヒー一杯飲みながらね、朝でもいいしね、そうするとこう朝にこうリラックスできるんじゃないかなと思います。じゃあ次行きたいと思います。ラジオネームごはん大森さん、ゆうたくんこんばんは。はじめまして。最近ゆうたくんのファンになったものです。カウントダウン TV を見てファンになりました。突然ですが、ゆうたくんはアニメバイオレットエヴァーガーデンを見ましたか？もし見ていなかったら見てください。そしてゆうたくんにおすすめの曲も紹介します。個人的にゆうたくんのような曲だと思っているので歌詞も見てください。ピンクの Just Like Fire です。届きますように。届きました。 Just Like Fire 届きました。ありがとうございます。これね聞いてみますね。でバイオレットエヴァーガーデンはね、もう1話だけ見たんですよ僕。1話だけ見てこうすごい絵が綺麗だなと思ったんですけど、それ友達に聞けばずっと見ないと見ていくたびに面白くなっていくよっていう話を聞いたんですけど、僕1話見てちょっと自分とは合ってないのかなと思って見てなかったんですけど、この秋にねちょっと見てみようかなと思います。まあ絵はすごい僕の好みなので、時間があれば見てみますね。ありがとうございます。アニメの紹介だったり歌の紹介するありがとうございます。ぜひ聞いてみます。
じゃあ次行きたいと思います。ラジオネーム弁当を忘れても傘忘れるなさん。ゆうたくんの声に癒されています。ありがとうございます。ゆうたくんに質問です。私は曲の歌詞を覚えるのが苦手で、カラオケに行くとあれこんな歌詞だったっけって思うほど自分で勝手に作詞してしまっているんですが、たくさんの歌を歌っているゆうたくんはどうやって歌詞を覚えているのですか？歌詞がこんがらがったりしないのですか？覚え方にコツがあったら教えてください。僕ね、今疑問点が2つあるのよ。カラオケで歌詞間違えるっていうのと、あと逆にすごくない？だってそのさ、間違えた歌詞を歌ってるわけでしょ。でもそんな違和感なく歌えてるってことは、ちょっとそっちの才能あるんじゃないですか。弁当忘れても傘忘れるなさんすごいじゃないですか。それも才能ですよ。で、覚える方法はね、だから多分ね、すごいたくさん歌うっていうのももちろんそうだし、あとね、歌詞の内容を理解するっていうのも大切なんじゃないかなと思います。あとはもう経験ですね。もうダンスの振り付けとかもそうじゃない。昔はだって1時間かかったものを今はもう15分とか20分とかでバーってやったりするから、経験ですね、それは。なんでなんか多分練習不足です弁当忘れても傘忘れるなさん、傘忘れてもいいけど練習忘れるなって言いたいですね。すいませんたくさん練習して覚えていくと自然とね、次の曲を早く覚えれると思います。楽しみながら頑張ってください。ということで、たくさんのメッセージ今日もありがとうございました。じゃあ次の曲いきたいと思います。続いての曲は NCT127 で Once Again です。ここで番組からのお知らせです。来月7月からニュースアプリスマートニュースのチャンネルプラスにインターフェムチャンネルが開設されることが決定しました。スマートニュースのチャンネルプラスとは、スマートフォンタブレット向けニュース閲覧アプリスマートニュース内の専用チャンネルで、日米で10チャンネルを超える多彩なチャンネルがあり、お気に入りを登録することができます。そしてこのスマートニュースのインター FM チャンネルになんと NCT127 ゆうたのゆうたアットホームのスペシャルコンテンツも掲載されることになりました。番組で放送されなかったオフトークやインター FM チャンネルでしかチェックできないコンテンツを予定しているので、ぜひ覗いてみてください。チャンネルの登録は簡単。スマートニュースのアプリをダウンロード、一番右のもっとのタブからインター FM を検索して追加を押してください。あとは NCT127 ゆうたのゆうたアットホームのスペシャルコンテンツをチェックするだけ。7月からスタートしますので、その時にはぜひチャンネルを追加してみてね。以上お知らせでした。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、ゆうたアットホーム。今週の NCT127 ゆうたのゆうたアットホームいかがだったでしょうか。今日はね、キャラクターの話から始まり、すごいたくさんのメッセージもいただき、すごいね、たくさんのいろいろな話をしたと思うんですけどね、みんなもね、あんまこう自分のねキャラがこうでこう見られたいという思う部分はね、あると思うんですけど、あんまりね気にしすぎるのも僕は良くないと思いますよ。そのキャラがね好きだって言ってくれる人もいればね、気に入らないっていう人もいると思うし、だからね、ただ好きだよって言ってくれる人のためにね、もっともっと良くしようって思うのはね、すごくいいことだと思うからね、自分もね、こう自分が持ってる今のキャラクターにね、こうどんどんこう何かをね付け加えて、かっこいいキャラクターになれるように皆さんもね頑張っていただきたいなと思います。今日もすごい早かったね。もうそろそろ夏も来るので、皆さんね、夏をぜひ満喫するために体作りもねぜひ頑張ってください。ということで、皆さんの声を僕にどんどん届けてください。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージフォームで受け付けています。ツイッターのハッシュタグは英語でゆうたアットホームです。それではお別れの時間となりました。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、 DJ は NCT127 のゆうたでした。次回も僕の部屋にぜひ皆さん遊びに来てください。それではみんなバイ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 。何もかもが全て歌詞を変えた世界中が君の周りを巡る、振り回される快感に溺れてく I can turn you down, I can turn you down. Love for
dope sound 君を笑わせて clowns 過去に置いてきた King's Crown カラカラに乾くシートンそれでも叫べを get loud Cause you're my only one ひざまずこのさ get down 雨にね